はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。今日はちょっと珍しく急に撮った動画をそのまま出します。7月28日、熊本県で非常に大きな地震が発生しました。今もまだ余震が続いています。地震の発生から数日経って現地の方が SNS などで公開している動画を見て、実際の被害の深刻さがよく分かって、本当に心を痛めています。そんな時にですね、昨日日本語の授業をしている時に、生徒さんからこういう質問があったんです。熊本の今回の地震について、お見舞いの気持ちを日本語で表したいんですけど、どう言えばいいですか？というね、質問をいただきました。私の YouTube や Instagram をフォローしてくださっている皆さんは、日本、そして日本語に関心が高い方たちばかりなので、きっと今回の熊本の地震のことももうすでに知っていると思います。それで、例えば SNS で熊本に住んでいる人に対してメッセージとかコメントを残したいけど、どう言えばいいのか、間違った日本語を使ったら失礼になるんじゃないかと、ちょっと心配していて躊躇している、なかなかコメントが書けないっていう人も多いのかなと思ったので、今回はそのお見舞いの気持ちを表す日本語の表現をご紹介します。今日ご紹介するのは、直接話す時にも使えるし、そして SNS のコメントとかメッセージ、メールなどでも使えます。そして丁寧な表現なので、年上の人とかお客さんに対しても使えます。なので、皆さんもし、その熊本在住の方の SNS にコメントをしたいとか、あるいは何かこう日本人に会う機会があって、熊本の地震の話題になった時とかに、ご自分のね、そのお見舞いの気持ち、応援しているよ、心配しているよっていう気持ちを表す時に使っていただければと思います。まずはこういう、天災など、大変な被害に遭った人に対してよく使われるフレーズがこちらです。心よりお見舞い申し上げます。心よりお見舞い申し上げます。そして前に何かつけてもいいですね。例えば、この度の地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。これは話す時でも書く時でもどちらでもね、使えます。とても丁寧な表現です。それから次、皆様のご無事を心よりお祈りしています。無事の前に丁寧の語をつけてご無事。ご無事を心よりお祈りしています。が3つ目、大変な状況が続いていることと思います。どうかお体を大切になさってください。一日も早く平穏な生活が戻りますように。この何々ようにというのは自分の願いを表すときによく使われる表現です。例えば神社とかで初詣の時に何か新年の自分の決意表明とか、自分の希望とかをねこう言ったりする時にも使いますね。合格できますようにとか、家族全員が健康でいられますようにとか、ここでもこういう災害に対して自分はこういうことを皆さんに対して願っていますというのを表すのに使えます。一日も早く平穏な生活が戻りますように。何か私にできることがあれば遠慮なく知らせてください。この何か私にできることがあればというのは、今回のようなこういう災害だけではなくって、例えば友達とか知り合いが何か困難な状況にある、大変な状態というのを知った時にも使えます。誰かが入院しているとか、仕事ですごく困っている、それを助けたいっていう気持ちがある時に使えます。何か私にできることがあれば遠慮なく知らせてください。
皆様の安全と一日も早い復旧を願っています。ここでの復旧というのは、例えば今回のように地震でガスとか水道とかが止まってしまったとか、壊れてしまった、それが、元の正常な状態に戻ることを復旧と言います。そしてもう一つ、復興という言葉もあります。これは例えば、震災などで瓦礫の山になってしまった町、建物がたくさん壊れてしまった、そういった場所が元の状態に戻って、そして、元の状態よりもさらに良くなるっていうことも表したりします。が、復興ですね。震災からの復興とか。ただ今の熊本はまだ地震が発生してから3日間しか経っていません。まだその復興というよりは、現状を把握したりとか、怪我をしている人を治療する、家の下敷きになっている人を助け出すっていう、そういう段階なので、まだ今ちょっと復興という言葉は、使いにくいかなと個人的には思います。もう少しね、例えば半年とか1年とか経てば、そういった言葉もふさわしいかなと思います。あとは、もう少し長く、コメントを書きたいという場合は、例えば、自分がよく知っている相手で、でも相手からは特にまだ連絡がない、相手が安全な状態かどうかまだわからないという段階は、例えばこのように言います。地震のニュースを見て心配しています。無事でしょうか？返信は不要なので、まずは安全を最優先にしてください。私に何かできることがあれば、いつでも知らせてくださいね。はい。ここでのポイントは、心配していますということと、返信は不要ということです。これは、災害が多い日本ならではの気遣いかもしれませんが、地震とかね、洪水とか、大変な災害があった時に、みんな携帯電話の充電の残量ってすごく気にしますよね。その最新の状況をやっぱりスマートフォンで見たり、あとは自分の家族と電話で連絡したりっていうね、例えば遠く離れてる東京にいる友人に私は安全ですって送るために、その携帯電話の電池の残量をバッテリーの残量を使ってしまうのは、ちょっともったいないというかね、そんなに緊急性の高い操作ではないので、その私のために返信するために時間とか携帯のバッテリーを使う必要はないけれども、その私が心配していること、そして何か助けが必要だったら私は助ける準備があることというのを表す、そういうようなメッセージです。あと最近だと、LINE でこういう災害があった時に、自分は無事だということを、ボタン一つでね、知らせる機能もあります。なので、もし日本に住んでいるその知り合いとか友達の安否が心配という方は、その LINE のね、そういう機能を見るだけでもちょっと安心できるかなと思います。そして、相手の無事が分かった時、相手が大丈夫だった、家族全員無事ですとか、そういう連絡が来た時にその返事としては、例えばこのように言います。無事だと分かってほっとしました。まだ余震が続いていて不安なことも多いと思いますが、どうかお体とお心を大切になさってください。私にできることがあれば遠慮なく言ってくださいね。皆さんの安全と一日も早い復旧を願っています。はい。ここでは相手が返事をくれたので、そうやって携帯電話を使って連絡をできる状況だというのがわかるので、ここでは返信は不要ですとは言わなくて、普通に返事をすれば OK です。それから直接の知り合いでなくても、例えば自分が以前行ったことがある熊本のお店の人の SNS とか、あとは、有名なね、熊本出身の、ユーチューバーの人にちょっとコメント書きたいとか、そういった場合、不特定多数の人が見る場所にコメントをするような場合は、例えばこのように書きます。この度の地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く平穏な生活が戻ることを願っています。はい。その直接の知り合いではなかったり、不特定多数の多くの人が目にする、ちょっとオフィシャルな感じの場所の場合は、このようなコメントも書くといいと思います。あとは、今、熊本県はまだ個人のボランティアの受け入れというのをしていません。まだその道路の状況とかもわからないし、そしてボランティアの人がたくさん来ても、どこに行ってもらうのか、どこに泊まってもらうのかっていうのも、まだそんなにね、十分に準備もできていない段階なので、いわゆるプロの方、その経験のある方、登録している団体の方だけが入ることができるという状況です。なので、例えば私もそうですけど、熊本から遠く離れた場所からどうやって支援をしようかと考えた時に、今一番いいのは支援金を送ることですね。皆さんが何か信頼している団体とかがあればそこに送ってもいいと思いますし、私は今回はシンク・ザ・デイという非営利団体に支援金をね、送りました。これは私の個人的な考えなんですけれど、こういう災害があった時に、直接行ける人に直接渡すのが一番いいと思っていて、なんでしょう、間にたくさんの人とか団体とか挟んで最後行く人に渡るっていうような、そういうシステムだと、手間もかかるし、時間もかかるし、途中でいろんな人のなんでしょう、手数料みたいななんかそういうのが間に挟まってしまう可能性もあるので、その直接行けるということが分かっている人に、もう直接ね、そのお渡しする、お送りするっていうのが一番いいと思っていて、で、シンク・ザ・デイというのは、非営利の団体で、特にこういった災害の際に、本当に迅速に、本当にもう一番に現地に行ける、そういう方たちです。石川県の震災の時にもね、たくさん活躍をされていた団体です。実はこの団体の代表者は、ナスファームビレッジという保護馬活動をしている団体の代表と同じ方なんですね。サエコさんという芸能人でもいらっしゃるんですけど、で、彼らはその活動の報告というのも SNS でも比較的頻繁に更新をされているので、その自分がお送りしたお金が本当にすぐにしっかり現地で使われているというのが目に見えてわかるので、私はこのシンク・ザ・デイというね、団体を選んで支援金をお送りしました。他にもね、いろいろとたくさんそういった団体があるので、皆さんご自分のいろいろ考え方があると思いますから、それぞれね、選んでお送りするといいかなと思います。はい。ということで、まだまだね、予断を許さない状況、まだ余震もたくさん続いていますし、旅行で熊本にいらっしゃる外国の方もたくさんいらっしゃったかなと思うので、皆さんそれぞれに心配なこと、大変な状況っていうのがあると思いますが、本当にね、十分に注意をして、で、皆さんの平穏な生活というのが一日も早く戻ることをお祈りしています。はい。では、本日の動画はここで終わります。バイバイ。